こんにちは。アーティストの河野幸人です。本日より青森でグループ展到来についてが始まりました。これから主催の2人と一緒に展示空間を巡りながら簡単にご案内をしていきます。ぜひ最後までご覧ください。はい。じゃあ今日はよろしくお願いします。はい。それではまず今回の展示について簡単にご説明お願いできますか？はい。今回の展示はコンセプトをちょっと明確なコンセプトを設けてて、写真がもしなかったらっていう、世界を想像してもらって、写真だけじゃない、いろんなメディアを扱う作家さんに集まってもらって、それぞれがどういう回答、どういう作品を作るかってところに、テーマを絞って展示しております。なるほど。で、この展示っていうのはどういうきっかけでそもそも始まったんですかね？そのきっかけちょっと変わってるんですけど、発起人が僕、龍崎と歌川さんの二人で今回企画立てさせてもらって、もともと歌川さんが結構 SNS とかで結構、つぶやきを発信したりとかするんですけど、そのタイミングでもし写真がなかったら、みたいなことをお話しされていて、そのことを聞いたときに自分の学生時代の写真を始めるきっかけだったりとか、そもそも美術を志した、そのきっかけを思い出したところがあって、そのリプを何回か繰り返しているうちに、これをテーマにいろんな作家さんに展示を、テーマとして展示させてもらったら面白いのできるんじゃないかなということが始まりました。なるほど。そしたらじゃあ今から簡単に説明してもらいながら会場を回ってみようと思います。そしたらこの1階のフロアは3名の作家が展示してますが、どういった方々が展示してますか？右手にあるのは、今回の一緒に一部担当していただいた河野幸人さんという作家さんで、普段は写真家、写真を扱う、メディアとして写真を扱っている作家さんですね。はい、どんどん行きましょう。はい。そのまま足進んでいただくと、今度僕なんですけど、龍崎さんという、僕も写真を普段使っていて、参加させてもらっています。はい。で、それが始めて、で、この最後、30名の方は、田中愛さん。一応、今回だけは美術作家さんなんですけども、普段は日本画だったりとか、油絵を、メディアとして扱っている作家さんです。この作家さんたちとはもともと面識があったんですか？一応、このタイで、すみません。12作家さん参加していただいているんですけど、もちろんもともと面識があって交流がある作家さんもいれば、今回初めて、普段の制作を知ってて、お声掛けさせていただいたって方もいらっしゃいます。なるほど。そしたらまた次に進みながら話を伺いさせてください。はい。そもそもこの建物はかなり特徴がある場所ですけど、一体どういった場所なんですか？もともと花織屋さんが一番最初に入っていた建物で、僕の大学の時の友人が今、青森の、建築事務所をやってるんですけど、そこで持ってる、テラスと空き物件を、インフラの不安件の問題で放置したことがもったいないということで、今回考えさせていただいたりとか。そう、なかなかないサイズと、特徴的な会場で面白いですよね。そしたら2階は、こんな感じでいろいろ作品がありますが、こちらも5作家さんですね。5人の作家さんに、お願いしていて、はい。こちらまず正面に見えるのが、小泉彩さん。で、
普段使ってるのは木彫だったり、今回はドローイングだったりするんですけれども、いろんなメディアを使いながら、手作業を非常に、取り扱うというか、扱っている作家さんです。はい。そしたらこの奥は、どなたんでしょうか。高原裕二さん。で、普段は、アーティスト、デザイナー、あとは、本の出版だったりとか、自身のいろいろなメディアを使った作品を作っています。今回本当いろんな肩書きの方がね、参加してるのが面白いですね。そういう肩書きに応じてっていうより、肩書きに応じてっていうことかはわかんないですけども、いろいろな回答を得られる感じで。普段写真を使ってる僕らなので、一人用意な展示にならないかちょっと心配するところはあるんですけど、自分らも認識することのなかった回答をいただける感じで、それも楽しみです。今、映していただいているのが、増永翔子さん。で、扱っているメディアは油絵がメインだと思うんですけど、今回の作品のように、非常に立体的な構成だったりとか、一般的に油絵って言われて想像して出てくるような作品を作らない方なので、今回も非常に面白い回答が得られていると思っています。なるほど。ありがとうございます。そしたら、このフロアには、あと2名ですね。天野優子さんなんですが、今ちょっとインドでおられて、普段、もともと写真家で写真を扱っている作品なんですが、写真の作品が多いんですが、写真じゃない作品もあったりして、非常に面白い作家さんなんですけど、今、インドにおられて、でもこれ個人情報だからもしかしたら、いや、プーチンに書いてたでしょ。インドにおられて作品を送っていただいてるんですけど、ちょっとまだ、届かず来週からになります。はい。なので、お待ちください。はい。楽しみですね。はい。こちらが、野田幸恵さん。野田さんは、もともと、当初は画家として活動されていたんですけれども、現在も画家なんですけれども、同時に花屋さんを営んでおられて、で、それで、花屋っていうのをやりながら、風景を作っていくような作品を、風景を作る作品っていうんですか、花であったり、生活であったり、自分自身のルーツであったり、自分が生きているっていうそのもの自体がミックスしていくような感じで、インスタレーションのようになっていくっていう作品を作っておられるんですか。なるほど。そしたら、上に行きましょうか。はい。最後、今度は3回目のフロアになります。それぞれの階が、建物としても特徴が全然、それぞれキャラが立っていて、それだけでも、こういうふうに元の構造が残ったりとか、結構個性豊かなので、作家さんも楽しんで展示できたんじゃないかな。OK です。そしたら、で、3本目は4作家さんいらっしゃって、まず今、映している山口浩二さん。ご覧の通り、使っているメディアが運ばれて、もともとちょっと特殊な経歴を持っている絵描きの方で、風景とか、実際その場に立ち会って描いたりとかするんですけれども、そこからまた写真から想起された絵を描いたりとか、結構プロセスが結構
工程を経ているので、今回はそういった写真と結びついている部分があり、ちょっと承知させてもらった次第です。本当壁とかこの建物との親和性がすごい感じられますね。展示の爆発を一番踏んでるんじゃないかっていう。はい。慣れ方ですね。そうですね。さあ、この真ん中のでは。で、こちら作品が有馬先生のですね。普段は写真を使っている作家さんです。そう彼は多分今回最年少そうですね。ですよね。今、東京芸術大学の大学院生で。なるほど。ライナスさんは河野君が呼んでくれたんですけど、たまたま僕と同じくサビの後輩で、こういった機会で一緒にコラボレーションできるのは非常に感慨深いというか、全然学生の頃とかもう被ってないぐらいの年齢差なので、学生の時の相葉さんは全然認識はないんですけど、こういった形で協力していただくのは非常に嬉しかったなと、個人的に思います。そしてこっちが歌川さんの。私も歌川の私も普段は写真を一応メインに作品を発表していて、でもその写真っていう写真家を名乗って写真をメインに発表って言いながら、いろんなことやるんですけど、その写真っていう部分を、その写真って何だろうっていうところから考え直して、ずらしていくというか、いうふうなスタンスで作品を作っています。はい、こっちの小部屋も。はい。そしてここが最後、作家さんですね。はい、こちらの作品が、追記ゆりさんという立体の作品を作られていた作家さんで、普段は石膏の型取りを使って、あるものを別のものに作り変えたりとか、あとは生活の動作とかを、起点にして作品を作っていったりっていうことをされている作家さんです。今回展示しているものは、これはワックスそうなんです。今回は石膏で、果物の型塗りをワックスになって、で、しかも面白いのが、これが大気が終了したら、バラバラにして、で、それをまた溶かして素材にして、また別のものに生まれ変わっていくっていう、変化していくっていう、そういう面白いことをされている作家さんです。皆さん基本的に新作ですかね？そうですね。新作の人もいるし、バリエーションの人もいるしっていう感じです。なるほど、わかりました。そしたら最後に、お二人が思う今回の展示の見どころを何かご紹介いただけますか？写真って、物事には表と内側があって、写真、少なくとも写真を志している僕にとっては、やっぱり表面に破るものっていうのを、最後まで信じて、美術作品として昇華したいっていうところはあるんですけれど、やっぱメディアとして大公式な写真っていうのは、やっぱどういうところが取っかかりでその写真を扱うかっていうのってすごい変わってくると思うんですけど、その写真がなくなった世界を想像することによって、写真どういう側面をみんな、なんていうんですかね、制作は祈りとは違うけど、そういった部分に自分の思いを託しているのかっていうのが結構如実に現れていると思っていて、タイトルだけ聞くと、写真がなくなったらってネガティブな表現聞こえるけれど、すごい希望的な、展示の内容となっているので、そういったところの機微に、神経傾けながら見ていただくと非常に楽しめるかなと思っています。
はい、ありがとうございます。歌川さんはどうでしょう、私はハンドアウトに、展示のハンドアウトに書いてあるんですけど、皆さんがどう写真がなくなったらっていう、問い自体をどう捉えるかみたいなのがすごい面白くて、まずその問いを受け止めたときに、その人がどう写真をどう思っているのかとか、なんかそういう個人的なレベルから、SF 的なレベルまで、すごいスケールの幅があって、そこがすごい、私は面白かったところですね。なるほど、ありがとうございます。展覧会は、本日5月16日から6月22日まで。はい。営業自体、オープン自体は土曜日から月曜日の、3日間、毎週3日間のみの営業とはなるんですけども、会期はたっぷり取ってあるので、ね、ぜひいろんなところから見に来ていただきたいですね。はい。もしお近くの方から僕らの足運んでいただければ絶対満足できると思うので、ぜひご来場お待ちしています。はい。そしたら引き続き、SNS のアカウントなどでも情報を発信していきますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。